はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回もこのメモ、ノートを見ながら闘病期お話しします。入院38日目、2月の2日。この日はかなり重要な日でした。朝6時ごろ、起床、看護師さんが巡回してきます。そして点滴の抗生剤がつながれて7時過ぎに終了と。採血も4本ありまして、8時過ぎ朝食。8時半ごろ、朝食の後、また点滴の抗生剤が入ると。で、いつもより時間を、長くゆっくり落とすということでしたね。アレルギー止めの、注射、点滴の管を使っての注入という感じで、入りました。これは前日あたりからですね、お腹のあたりにポツポツと、赤い点が出ている。それがどんどん広がっている。いわゆる皮疹と呼ばれるものの、一つ、そういった症状が出てきているということで、これを食い止めようというような、そういう薬剤の投与ということだったようですね。10時過ぎに点滴の抗生剤が終了して代わって、今度は赤血球の点滴輸血がありました。それから体重がですね、点滴がいろいろ入っている関係でまた少し増加している。肌の乾燥が進んでいる。そのようなことが書いてあります。ここまででもかなり盛りだくさんなんですが、問題はこの後なんですね。11時頃、自分と妻と、それから主治医の先生、看護師さん、この4社で別室にてですね、再対血移植ということ、これについての説明、確認の場を設けていただいたんですね。最初に入院して、すぐに弱い抗がん剤投与が1週間。それで一応白血病細胞は減少することができたんですけれども、正常な白血球が増えてこないという状態が続いている。白血球増加促進の注射も毎日注入されている。それでも増えない。先日ですね、骨髄検査をして新しい白血球がないわけではないんだけれども増えてこない。そのような状況で、そもそも自分の場合は染色体異常、染色体の中にある遺伝子が変異している FLT3 変異ということで、薬物治療だけではなかなかその治療が難しいかもしれないということは、以前先生からお話がありまして、その場合は同種造血幹細胞移植、これを施すということになりそうですよというふうに言われてはいました。それで骨髄移植、それから再対血移植という方法がありますよ。選択肢が多い方がいいのでというお話だったんですね。それで自分の場合は妹が、いまして、これの骨髄と自分の骨髄が合うようならばそれを使うのがいいでしょうと。で、前もって検査は、妹の方が検体を提出してですね、していたんですけれども、これが合わないということで再対血移植をしましょうという、それでこの日の、説明会、話し合いにつながったわけなんですね。で、別室でお話が始まったんですけれども、先生のお話、骨髄検査を先日した。確かに新しい白血球少しは生まれてはいるんですけれども、どうも全体的に血が作られていない、造血がされていないような感じだと。いわゆる造血不全ですね。このままでいるとかなり危ない状態になっていきますよ。
というんですね。現在連日のように赤血球やら血小板やらの輸血も行われていました。血が作られていない、そして白血球も立ち上がらないから免疫も低い、いずれ感染症にかかったりして、これは命を落とす危険が大変高くなりますよというお話が冒頭でありました。ただ一応ですね、来週まで、様子を見ましょうと。それでもやはり白血球が立ち上がってこない、増えてこないようならば、一時退院なしで、移植という流れで、やっていきましょう。どうでしょうかというお話なんですね。ここで骨髄移植と再体血移植ということについて、ちょっとお話を、挟みたいと思いますね。これは後から自分で調べて知ったことなんですけれども、骨髄移植というのが一応白血病の移植では主流ということだと思うんですけれども、この骨髄をですね、移植、通常は患者の体重に応じて 500ml から1000ml、1リットルですよね、それぐらいの骨髄液を輸血するということになるようです。それだけのものが入るので、患者さんの負担ももちろん大きいんですけれども、その骨髄を採取されるドナーさんの負担もかなり大きいんですね。骨髄を採取する場合はですね、だいたい時間的には1時間から2時間かかると。さらに麻酔とかなんとか準備したりしている時間を合わせると3、4時間かかるっていうことらしいんです。それで1回に採取できる量っていうのが決まっているので、針を何回も刺して、それで吸引してということなんですね。自分もそれまでに骨髄検査を2回やってまして、麻酔をかけた局部に針を刺してですね、腰のあたりですね、何かグリグリとして最後キュッと吸い取られるような感じ、それがありました。場合によってはこれを2、30回とか繰り返して、その規定の量ですね、多分患者さんに合わせてどれだけの量が必要なのかと、それを採取するということみたいですね。そしてドナーさんはその施術をされた後、一応だいたい一晩入院して、経過を観察して、それから帰宅という運びになるようなんです。だからこれはとてもドナーさんにも負担がかかることなんですね。ですから、骨髄バンクに登録していて、いざ自分がってなった時にですね、辞退される方も結構いらっしゃるというお話なんですね。そして患者さんの方と会っていないと、その骨髄液をいただくことは、あげることはできないわけなんですね。だからドナーさんを探すのもなかなか大変だということみたいです。変わりまして再体血移植。再体血という言葉自体、自分がこの白血病で入院して初めて聞いた言葉なんですね。再体血、再体というのがどうも赤ちゃんのへその緒のことらしいですね。そのへその緒の中に入っている血を再体血というふうな言い方になると。再体血に関しましても、最初に再体血バンクに登録すると、両親の同意が必要だと。それで登録、それで実際に採取、それから保存というような運びになるみたいです。これに関しては赤ちゃんのへその緒の中に入っている血なので、特に、母親にも子供にも負担がかからず、その血を採取できるということなんですね。再体血移植で問題になるのが、
採取できる量が少ないと。骨髄移植だったら骨髄はドナーさんの負担は大きいですが、かなりたくさん取れる。しかし再体血というのは量が限られていますね。ですからこれを移植するとなると、患者さんの主に体重ということになるようなんですけれども、体の大きさ、大きい人にはあまり効果がないということになってしまうんですね。ですので体が大きい人にはあまり用いられない、主に子どもさんの白血病の場合に再体血移植を用いることが多いというようなことだったようです。ただ最近はいろいろ医学的な進歩もありまして、だんだん大人にも使うケースも増えてきていると。ただ幸いなことに自分の場合は小柄で痩せ型、入院前50キロを切るぐらいの体重でしたね。それで入院中一番少なくなっていた時は44キロ台ということもありましたが、そういった小柄なので再体血大丈夫だろうという判断を先生がしてくださったと。骨髄移植などの場合はですね、自分に合う骨髄が、入手なかなかできないと、ドナー待ちみたいなことになるケースも結構あるというような話も聞きますね。ですから再体血で速やかに移植ということに、先生が決断してくださいまして、とてもありがたいことでした。ただ自分の場合は再体血移植、これにはリスクもあるんですよと、説明会の時にですね、先生からお話がありまして、移植をして退院までこぎつけられる確率およそ7割ぐらいなんですよと。3割ぐらいの人は移植したショックですとか、体の変化、感染症ですとか、いろいろなことがありましてお亡くなりになってしまうんですよと。ただ先生が冒頭でお話をしてくださいました。あなたは血が正常に作られていない状態が続いている。この状態を続けたらもう、死を待つのみというような、自分としてはそのように受け取りましたね。そのお話を伺いまして、自分としてはですね、死が身近に感じられたような気もしましたね。まさにそんなところに今自分は立っているのかなと。造血不全でこのまま血が作られづらい状態が続いていれば、それだけでももちろん、命が危ないということではあるんですけれども、これからまだまだ生きていくためには移植をして、その後の人生を歩んでいくと、もうこれ以外の選択はないんじゃないかなと思いましたね。そのお話を伺いまして、一つと、合点がいった腑に落ちたことがあるんですね。自分の場合なかなか白血球が増えてこない、白血球増加促進の注射を何日も打ってもなかなか増えないと。先生は遺伝子変異、これがあるので薬物治療だけでは難しいかもしれません、移植をした方がいいかもしれませんということもずっと言われていたんですね。ですからそちらに舵を切って、じゃあやりましょうというふうに、なってもよかったと思うんです。ですがもう少し様子を見ましょうということなんですね。これ移植をしてしまったら確率的に3割ぐらいはもうそれだけで命を落としてしまうということなんですね。ですからいずれ移植をするにしても入院してもう1ヶ月一時退院をしてですね、帰宅してリラックスした生活を数日送ってですね、それから仕切り直してじゃあ移植をしましょうという心の準備というか構えというか、そういうふうにしてからの方がいいんではないかという先生の思いやりが
あったんではないかなというふうに後から思いましたね。その後先生は退出されまして、看護師さんからまたパンフレットを、いただきまして、こういう場合がありますよ、こういうこともあるかもしれませんよというようなお話、説明を受けました。質疑応答的な部分もあったと思いますね。一通りそのお話が終わった後、看護師さんが退出して、妻と2人でしばらく話をしたと。もうこれはやるしかないでしょうと。で、良くない方の3割に入る可能性ももちろん確率的にはあるんでしょうけれども、自分としてはですね、大丈夫、7割の方に入れるよと、体調自体が悪いわけではなかったですから、楽観的に考えていた部分も随分ありました。その後遅い昼食をとりまして、さらに外科に呼ばれまして、肛門の検査、その時点での細菌感染の可能性はないかどうかとか、肛門の周辺出血はないかどうかとか、そういったことを調べると。なぜそのようなことを調べるかと言いますと、自分は入院した当初は肺に何かカビのような影があるので、そちらもケアしなければいけないということで弱い抗がん剤を使ったんです。ただその影のようなものはもう今はない。ですから次再体血移植をする前に通常の、強い抗がん剤治療が、あるんですね。抗がん剤治療でまたますます免疫力が下がるということで、そうすると肛門のあたり、出血をしているとですね、そこから雑菌が入り込んで感染症になる可能性があるということなんですよ。その肛門が切れているかどうかなんていうこともとても命に関わる重要なことなんですね。幸い特に問題なしということで、検査終了でした。一旦部屋に戻り14時過ぎですね、点滴の抗生剤が入る。つながれたそのまま、もうすぐ肺機能の検査、肺活量ですとかなんかそういういろいろなことを検査するんですね。これが終わって戻って15時過ぎ、リハビリの時間がありまして、この日はリハビリをした。それが終了してシャワーですね。お腹のあたりにたくさん出始めていた皮疹、赤い点々、これなんかがどんどん増えている。それ用の塗り薬ですね。あと保湿クリームなどを体全体しっかり塗ると。その後また点滴の抗生剤が、入りまして、18時頃夕食だと。服薬が8錠。その後主治医が病室に見えまして、来週の水曜日あたりから、つまりこの日から5日後ということになりましょう。抗がん剤治療を開始しますよと、そういったお話がありました。実感としましては、これまでの1ヶ月間の入院の治療というのは、前段階というか、ここからが本格的な白血病治療なんだなという、そういう印象、感じを受けましたね。ということで、今回は入院38日目、自分にとっては入院していて、とても大きな一日の一つということですね。再体血移植の具体的な説明を受けたと、この日の模様についてお話をしました。最後までご視聴ありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお寄せいただけたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。